始まりました。ドタバタ科学ラジオ。東京都市大学特任准教授、踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美希です。この番組ドタサイは私五十嵐美希のドタバタした日常を科学の視点からお届けするポッドキャスト番組です。井戸に集まって世間話や無駄話をした井戸端会議のように、日常の科学をテーマに聞いているあなたとも語り合っていきます。さらにこのポッドキャストを聞いて新しい出会いやお仕事ともつながれたら嬉しいです。そして今回も YouTube でも公開をしていきます。ぜひ子供から大人まで幅広い皆さんにね、科学を届けられたらと思っていますので、そちらもチェックしてみてください。さあ今回は4月8日更新ということで、これ何の日かと言いますとね、炭酸水の日です。4と8でシュワ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 の、二酸化炭素など出る音がシュワシュワしてるで4月8日ということらしいですよ。二酸化炭素がねしっかりと役に立っている日があるんですねで、このドタ祭もですね、第8回目に炭酸水を入れた時のコーヒーカップを叩いた時の音の変化について実験をしている回があったりとかですね。あとは第12回にはですね、私がメントスコーラロケット大失敗ということで、炭酸水コーラを使ったドタバタをお届けしたりしております。なので炭酸水はドタ祭には欠かせない存在、ある意味パートナーですね炭酸水とお届けしますシュワシュワの日ドタ祭です。はい、ちょっと今日はね、X でいつもハッシュタグドタ祭をつけて、本当にね皆さん積極的な、すごいちゃんとしっかりしたねコメントを送ってくださる方多くって、ということで炭酸水を使った回の X のポストをご紹介したいと。まずその炭酸水でコーヒーカップの実験をした時のポストですね。ビッグジャンボさん、初のラジオ実験面白かったです。これならリスナーも参加できますね。粉物の実験は粉が均等に溶け合っていたら高い音になるのかな。炭酸はよくわからなかったですね。帰ったらチャレンジしてみようということで、ありがとうございます。でこれは最初コーヒーカップにお湯を入れて、でそこにインスタントコーヒーの粉を入れた時にできる気泡と、あと炭酸水をカップに注いだ時の気泡、それぞれでスプーンでカップ叩いた時に音変わるんだっけっていうね実験をしましたね。確か炭酸がよく分かんなかったんですよね。ちょっとちなみにこれその時の音出せたりします？じゃあ炭酸水を注いでカップをスプーンで叩いた時のこれね、音がだんだん高くなるのかっていうのをちょっと聞いてみてください。どうぞ。続いては炭酸水いってみましょう。カップに注いでいきます。8分目まで注いで、わからんねやっぱ多分わからんのだよね。だからこれ皆さんもぜひリスナー参加型でチャレンジしていただけたら嬉しいなと思います。こんな感じでリスナーの皆さんも急に巻き込みながらですね私の日常とも絡めながら楽しい実験も含めお届けしていきたいと思っています。この番組ドタサイではあなたからの井戸端会議のようなお便りも募集中です。日常の科学に関する質問や疑問、ドタバタエピソード、話してほしいテーマやふつおたも気軽に送ってください。お待ちしています。ラジオネームやハンドルネームも忘れずにお願いします。すべてのお便りはドタバタ科学@gmail.com まで。メールアドレスはこのポッドキャストの概要にも入れておきます。番組の感想や応援などはX でハッシュタグドタサイをつけてポストしてください。ドタバタサイエンスラディオ。
ドタバタ科学ラジオ第24回はいただいたお便りを紹介していきます。それでは早速紹介していきましょう。ラジオネームクロノトリガーさん。ふつおたです。漫画界のレジェンド鳥山明さんの訃報がありました。自分はまさにドラゴンボール連載時にジャンプを読んで育った世代なんですが、子供の頃はカメハメハを本気で出そうとしたり、海洋圏3倍と言って全力を出したりドラゴンボールと一緒に成長しました。五十嵐さんは鳥山明先生の作品で好きなものはありますか？自分のように幼少期何かものすごくハマったものなどありますか？ということでね、いやほんとショックなねニュースがありましたよね。ドラゴンボールはやっぱカメハメハってあるじゃないですか。そのカメハメハをいかに科学的に再現するかっていうのでやっぱ一旦盛り上がるんですよ。でこれ柳田理香さんの空想科学読本でも取り上げられたりとか、そういうところからどんどん派生していってやっぱ話すんですよ。カメハメハを実現する科学ってなんだろうねみたいな。で私は一説に空気に圧力を加えると温度が上がるんですね。例えばペットボトルに炭酸キーパーのキャップをつけてプシュプシュやっていくとどんどん中に空気が入っていくじゃないですか。で中に温度計入れておくとだんだん温度が上がっていくんですね。でそれさらに過激にやると、例えば試験管に、空気が入ってますよね。でそれをその中にしっかりとサイズのあった棒を中に入れて、上からね、で思いっきりガンって押すと火ができるんですよ。空気って熱くなりすぎて火が起きる。で言い忘れましたけど、中に綿を入れ、燃える種は入れといてくださいね。でそれが一気に温度が上がるから火が出るんですよ。っていうぐらい空気をガッとね圧力加えると熱くなるから、それいけんじゃねって言ってカメハメハができるんじゃないかななんてちょっと思ったりしたわけなんですよね。それはね圧縮発火器っていうので、ちょっと気になる方は調べていただければと思います。ちょっとカメハメハ的なことができると思うんでね、ぜひ実験してみてもらえればと思いますね。幼少期に何かすごくハマったものと言いますと、このクロノトリガーさんでいうドラゴンボールで言えば、私はやっぱセーラームーンですかね。もうハマってましたね。でこれもやっぱ再現したくなるところがあってドラゴンボールも科学的に再現したいけど、セーラームーンも科学的に再現したくなっちゃうんですよ。でね、セーラームーンの技、これを再現しようと思って、ムーンスパイラルハートアタックっていうセーラームーンの主人公が超高速回転してムーンスパイラルハートって言いながらグーって回ってアタックってやるやつがあってね、それがいいなと思って実家のさこうウエストをさひねる回転するヒュッヒュッって健康器具で足の下にこう置いといてウエストをさキュッキュッってこうひねるあれ持ってきて、どうやったら最も高速回転できるかっていう実験を始めるっていうそれはちゃんと実験したのは大人になってからですけれども、セーラームーンの回転が気になってるのはもうちっちゃい時からずっと気になってて、ツイスターで何回も再現しようとした。だけど知識がないからどうやってやっていいか分かんない。で大人になってからこれってもしかして核運動量保存則じゃないっていうところにね行き着くんですね。なんならその核運動量保存則っていうのが出てきた時に一番最初に頭に思いついたのがそのムーンスパイラルハートアタックっていう出てきちゃった、回転してるぞ、もしかしてできるかもって思って、これは、分かりやすい例で言うとフィギュアスケートって思いっきし回転する時って体を縮めるじゃないですか。腕をギュッとこう体の前に縮めていくじゃないですか。あれがいわゆる核運動量保存則っていうので説明できるんですけれども、そもそもそれ核運動量の保存則っていうのは、字が三角形の角、回転の勢いを表す運動量の
ことです。核運動量は、保存されるっていうものなんですが、核運動量っていうのが何で計算できるかっていうと、質量かける半径の事乗かける角速度ですね。どれぐらいで回転するかっていうので求められていて、でこれはずっと変わらないということなんですね。ってことは回転半径を小さくすれば角速度が大きくなるんですよ。だからフィギュアスケートもキュッてこう半径を縮めることで回転を速くしていくっていうことがあるわけですね。私もツイスターの上でセーラームーンのスティック持ってそれ手広げてそこから始めるんだけど、だんだんそのエネルギーを保存されながら半径を小さくして最後ちょっと速くなるっていうのをやりました。でも本当に速くなりました。めちゃくちゃ目もありましたけどね多分いろいろ間違ってると思うんだよね。その条件も間違ってるし、そのまますぐに核運動量保存則に当てはめていいかっていうとまたちょっとツイスターがずっと同じ風にエネルギーを保存してくれるわけではないからさとか、いろいろあるんですけど、そういう実験する気持ちっていうのはやっぱそういうアニメとかからもつながるところはあるのかなと思いましたね。実際にセーラームーンを科学的に再現してなりきってみた科学戦士セーラームーンになったことでですね、さらにちょっと愛情も増したかなと思っております。もう一ついきましょう。続いてのお便りを紹介していきます。ラジオネームプリンさん。ミキさんこんばんは。主婦なんですが疑問いいでしょうか。日常生活での科学的なトリビア的なお話があれば聞いてみたいのですが、例えばミツバチの巣穴はなぜ六角形なのかとか、水と油はなぜ混ざらないのとか、外国の虹は7色じゃないって本当ですか。たくさんの疑問を挙げてしまいましたが、どれか一つでもいいので聞かせてくださいということで、すごいいいですね。なぜなぜをいただいてありがとうございます。じゃあ例えば、水と油はなぜ混ざらないのかっていうことなんですけれども、水と油お家にある方、水を一滴油を一滴もう何でもいいんですけれどもお皿の上にちょっとそれぞれ垂らしてみてください。でその形を見てみると違うんですよね。で、水の方が、ちょっともっこり盛り上がっている感じで、油の方がちょっと平らになっているんですよ。でこれ何が違うかっていうと表面張力っていう、でこの表面張力が違うもの同士って混ざり合うことができなくって、でこれどうやったら混ざるかっていうと、例えばその洗剤ってなんであれ油汚れが落ちるかっていうと、水と油をそれぞれ、その表面張力を違うもの同士を、つなぐ役割があるんですよね。なので、油汚れがあった時に洗剤を入れることによって、水と油が馴染む、これ乳化って言いますけれども、馴染んで、油汚れを落とすことができるという。そのままだと混ざらないんですけれども、そういう界面活性剤洗剤を入れると、乳化して混ざりますので、もしよかったらちょっと洗い物する時とかに混ざってるみたいな感じで思ってもらうだけでいい、汚れを落とすんじゃなくて乳化してるって思いながらやってもらえたら嬉しいですとか、あと日常の疑問で言うと、タピオカはなんで沈んでいるか、私はすごい気になって、子供たちも結構気になるというリクエストがあったんですよ。その物が浮くか沈むかって液体とその中に入れるものの密度の違いでわかるんですね。例えばタピオカミルクティーのタピオカが沈んでいる時はですよ、タピオカの入っているそのミルクティーよりもタピオカの方が密度が大きいということになります。思うの、そのサイエンスエンターテイナーとしては、そのタピオカを沈ませとくわけにはいかないと。なんで沈んでんだよタピオカって思って、だからやっぱ浮かせたいわけタピオカを。今の原理で言うとミルクティーの密度を上げればいいわけじゃない。ミルクティーの密度を上げるということは
質量を増やしていけばいいわけですよ。例えばちょっとイメージしてほしいのが、その視界っていう塩分濃度が高くて人が浮いちゃうところ、あれも塩がすごい入ってるから密度が大きいんですよ。その視界の塩分濃度がだいたい 30%、 ミルクティーも糖分濃度 30% にすればもしかしたら人が浮くかもしれないって思ったのねでタピオカもなんなら浮くんじゃないかと思って、もう大量の砂糖をですねミルクティーに入れて溶かして、結構溶けるんですねあれね。何回も時間をかけて溶かして計算して 30% 分。どのぐらいですか？そのちゃんといいスティック状の砂糖をなんかもう何本もその方がさ何グラムって決まってるから、その計算して測りながら入れたんですよ。で混ぜてできました。糖分濃度 30% のミルクティー来たぞと。でタピオカ入れるじゃん。で勢いよく入ってきます。と一瞬沈んだんだけどポンってね水面にねミルクティーの水面ミルクティーの水面ってやばいですねミルクティーの水面にね浮いてるんですよ。成功ですよ。だけどさ気づくんだよね。視界もその飲んじゃいけないんですよ。その糖分濃度 30% のミルクティーもまあ飲めないですよね。飲んじゃうとまあ体に本当に良くないし最悪命に関わるので、飲めないって思いながらうまく浮かせることはできました。タピオカは浮かせられる。これトリビアでどうですか？飲めないでしょ？食べれなくなっちゃう。じゃあ食べられるもののその同じ実験の方法としては、例えば冷蔵庫にカニの足が入ってる方身の詰まったカニの足持ってきてください。でそれを鍋に入れるとどうなりますか？沈みますよねっていうことで実験できたりしますから、なんでカニって沈まなきゃいけないんだっけって、そこからまた生物の話にもほら子供たちにこうつなげることができたりしますから、とりあえずなんか冷蔵庫にあるものを浮くか沈むかやって食べる。でそこからなぜこれは沈むのか、これについてこう思いを馳せる、そういう時間もねぜひ大事にしてもらえればと思いますんで。でもこれ私子供から言われたんですよ。そのコロナ禍でオンラインで実験教室をせざるを得なくなったんですよ。なった時にもう物も送れない、実験のキットも送れない状態だったので、各家にあるもので実験をしようっていうことになったんですよね。でしかも全国だからさ、例えば醤油一つとっても同じ濃度とは限らないわけだから、全てその実験がこの通りうまくいくってことはもう無理だったのね。なのでもうこれは逆手にとってその地域を生かそうと。だから今から借り物競争をしますって言って、家にある水に沈むものを考えて持ってきてくださいってやったら、その一人の子がさ超絶でかいカニの足を持ってきて画面にさ、ほら入りきってないの、もうカニの足入りきってないけど、お風呂場とかに行ってさ入れてきたらさ、沈んだよとか言って、でそれ子供たちの発想なんでね、全然トリビアじゃないけどね、まあ身近なものでも実験できるよということで楽しんでいただければと思います。改めて水と油はなぜ混ざらないのかということで、表面張力が違うということでね、そういうところも楽しんでいただけたらと思います。こんな感じで気になった疑問、質問、話してほしいテーマ、ドタバタエピソードなども含めて気軽にお便り送ってください。ラジオネームやハンドルネームも忘れずにお願いします。すべてのお便りはドタバタ科学@gmail.com に送ってください。メールアドレスはこのポッドキャストの概要にもつけておきます。井戸端お便りまだまだお待ちしています。ドタバタサイエンスラディオ、ドタバタ科学ラジオ第24回、届いたお便りを紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。やっぱこの最初にこの番組のコンセプトを考えた時に、やっぱこの井戸端感を出すっていう、井戸に集まってみんなで無駄話をするっていうのを目標にしてたから、
今日はほぼ無駄話だったからある意味目標に近づいてるということでね。でもこれ皆さんのお便りあってこそですからね、本当にありがとうございます。引き続き X でハッシュタグドタサイとか、あとねメールアドレスちょっと長いんですけれどもね、ぜひお便りもお待ちしていますのでよろしくお願いします。今反省してるんですよね、長くしすぎて。いやーちょっとね、社会人やってた時にこんな長いメールアドレスだったら多分ちょっと諦めてたよだけどそれでも送ってきてくださる方がいるっていうのは本当感謝なんですけれどもね、本当今更すいません、長くて申し訳ないこんな感じで少しでも科学や私五十嵐美希に興味を持ってもらえると嬉しいです。とても励みになりますので、番組の感想やツッコミなどは X でハッシュタグドタサイをつけてポストしてください。この番組ドタサイを聞いて新しい出会いやお仕事ともつながれたら嬉しいです。お仕事関係の方ぜひご連絡をお待ちしています。連絡先は所属事務所ワオエージェンシーのお問い合わせにお願いします。こちらはポッドキャストの概要に入れておきます。ということで最後まで聞いていただきありがとうございました。最後はこの言葉で締めましょう。せーの、レッツ井戸端サイエンス。東京都市大学特任准教授、踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美希でした。また次回をお楽しみに。お便りや感想も待っています。バイバイ。